こんにちは。そしてアッサラムアライクン。シドニー在住の日本人ムスリムアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリムの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。以前このポッドキャストでタワックルっていう自分にできる最善を尽くして、あとはアッラー神様に全てを委ねるっていう心のあり方についてお話ししたかと思います。で、今日はそのタワックル、神様に全てを委ねるっていうことを単なる考え方じゃなくって、実際の行動として深めるための特別な、期間について、お話ししたいと思います。で、今私たちはちょうどイスラム暦12月12番目の月ズルヒッジャを、迎えようとしているタイミングなんですけど、実はこの月の最初の10日間っていうのが1年の中で最も神聖で、最も善行の価値が高まる、その少しの善行をしたとしてもすごいたくさんの善行をしたことになるみたいな、そういうゴールデンタイムみたいなものなんですね。で、ラマダンちょっとは頑張ったけど、最近ちょっと中だるみしちゃってるなっていう風に感じている方にとっても最高のなんていうんですかね、巻き返しのチャンスかなというふうに、個人的には思っています。で、今日はなんでこの10日間、ツルヒッジャの10日間が人生のターニングポイントにもなり得るほど重要な、時期なのかっていうこと、そして実際に私たちがこの10日間にどんなことを具体的にしたらいいのかっていうことをお話ししていきたいなと思います。で、まずズルヒッジャっていうのはアラビア語で巡礼の所有者という意味になります。で、この名の通りイスラームの、六神五行の五行の集大成であるハッジ、巡礼が行われる月がズルヒッジャなんですね。で、預言者ムハンマドはこうおっしゃっています。これら10日間に行われる善行よりも優れたものは他のどの日にもない。で、これを聞いた仲間サハーバーたちが神様のために命を懸ける聖戦ジハードよりもですかっていうふうに聞き返したんですが、そうだ、ジハードであってもだ。ただし自分の命と財産をかけて戦いに出かけて、そのどちらも持って帰らなかった、つまり殉教した人だけは例外であるっていうふうに言われました。で、なんでこの10日間がですね、ジハード、その自分の命を投げ打ってまで神様のために行うことよりも大事になり得るのかっていう大きな理由が3つあるかなというふうに思います。で、1つ目はこの期間がですね、イスラームのすべてが凝縮される期間であるからと、言えます。例えば礼拝、断食、寄付、信仰告白、シャハーダとか、こういったものは他の月でもできることですよね。いつでもスンナの断食もいつでもできますし、寄付も、信仰告白もいつでもできます。礼拝は毎日していますっていうことで、いつ何時でもできることなんですけど、ここにハッジ、最後の、5行のうちの5つ目のハッジが入るのは1年でこの、ズルヒッジャの期間だけなんですね。なのでイスラムのすべての行動の部分が集結されるのがこのズルヒッジャの10日間っていう風になります。で、もう一つは神様がアッラーがクルアーンで誓われた日であるという風にいう説があります。で、アッラー神様はクルアーン第89章の冒頭で、暁にかけて10の夜にかけてという風に誓いを立てられています。創造主であるアッラー神様が何かの対象にかけて誓われるときに、それはその対象が人間が想像する以上に重くて神聖なものであるっていうことを示しています。で、この10の夜、イコール10日間っていうことなんですけど、これがズルヒッジャの最初の10日間であるというふうに、学者の中では、言われています。で、3つ目の重要な理由というかポイントなんですけど、10日間の間にですね、3つのメインイベントが行われるっていうのがあります。1つ目は先ほどもお伝えしたハッジがある期間だよっていうことなんですけど、もう一つは、9日目のアラファの日っていうのと10日目
のイード、お祭りですね。犠牲祭、イード・アル・アドハっていう犠牲祭の、日が、この10日間に3つの大きなイベントが、あるっていうのも、この10日間の重要性を示しているかなと思います。で、アラファの日っていうのは何かっていうところなんですけど、これは巡礼の確信、ハッジの確信というふうに言われていて、ハッジイコールアラファであるっていうふうに預言者ムハンマド様がおっしゃったようにですね、世界中から集まった数百万人のムスリムたちが神様に許しをアラファの地で許しを請うっていうのが巡礼の、一つのイベントになるんですけれども、それが、9日目にあります。で、このアラファの日っていうのはとても神様の慈悲がとっても大きい日というふうに言われていて、この日に断食を1日この日だけでもすれば、過去1年とこれから来る1年の約2年分の罪を消してくださる、神様が消してくださるっていうような、そんな約束があるほどの大きな、日になります。で、そして10日目ですね、締めくくりとなるのがイード・アル・アドハ、犠牲祭というふうに日本語で言われる、イードになります。イスラムのお祝いの日っていうのは年に2回あって、ラマダンの後の、イードと今回のイードの、2回ですね。で、このイード・アル・アドハ犠牲祭っていうのは預言者イブラヒムの、物語に基づいています。で、彼が長年待ちわびてきた子供が少し大きくなった頃に、愛する息子を犠牲にせよっていう風な過酷な試練を神様から受けたんですね。で、彼がその、試練について神様にタワックル、全てを委ねて、もう息子を犠牲にするぞという風に決意して行動を起こした時に奇跡が起きて、奇跡というか神様がの慈悲でその息子ではなくって羊が代わりに犠牲にされたというようなエピソードがあります。イードは単なるお祭りっていうわけではなく、その神様への信頼の勝利をお祝いするっていうようなところになりますかね。で、犠牲祭という名の通り、スーナとしておのおのが家畜とかを屠殺して貧しい人に料理だったりとかお肉を配るっていうのが、スナとしての行いではあるんですけど、基本的になかなか普通の都市部に住んでいる私たちは自分のお家で羊とか牛を締めるとかっていうことはできないので、で代わりに、団体チャリティーとかそういう寄付をして代わりに、世界中に貧しくてご飯が食べられない人とかそういった地域に犠牲となった、動物のお肉を配ってもらうっていうのが私たち、割と多くの都市部に暮らしているムスリムがやっていることになります。ではここからはちょっと具体的な過ごし方、10日間の具体的な過ごし方みたいな部分についてお話ししたいと思います。で、まず一つ目がラマダンの時も同じようなことを多分お伝えしたかと思うんですけど、やっぱり一番重要なのは自分との戦いというふうに私は習いまして、で、五感の管理ですね。せっかくいい行いっていうような感じで来世への貯金をしていても、もしバケツに穴が開いてたら全然溜まっていかないですよね。で、この10日間っていうのは特にいいことをすればすごい倍増して神様の慈悲で倍増してくださるんですけど、悪いことをしてもかなりペナルティが大きいという日なんですね。なのですぐにできることといえば、その穴の開いたバケツにならないために自分自身を管理するっていうことです。で、五感を守るっていうのが分かりやすいかなと思うんですけど、舌を守る、口ですね。悪口、噂話、不平不満とか嘘をつくとか、そういったところをやめる。で、目を守る、不適切なものから目をそらす、見ないようにする。耳を守る、で、噂話とか変なことを聞かない、不適切な音楽とかも聞かないなどですね。
であとは時間を無駄にしないとか、人間関係を守るとか、そういうこれ全てに当てはまるのが結構 SNS かなと思うので、できれば SNS をこの10日間は完全にやめれるかどうかっていうのは人それぞれかもしれないんですけど、できる限り制限をかけるっていうのが自分との戦いになるかなと私は思っています。で他にですね、今はやめることとかそういう話でしたけど、やることとしてはジクルって言って神様について、アッラー、神様を念じる言葉ですねをたくさん唱えましょうっていうふうに預言者は推奨されました。で例えばアッラーの他に神なし、ラーイラーハイラッラーだったりとか、アッラーフアクバル、アッラーは次第なり、あとはアルハムドリンラー、アッラーにこそ全称賛あれ、この3つですね。特にもう思い立ったら常にこの言葉を言って自分のエゴとか執着を捨てて神様を心の中心に置くっていうような自分にリマインドをするみたいな習慣をつけるのも重要かなというふうに思います。スンナとしてはこの、10日間のうちイードの日以外、つまり9日目までは断食をするのがスンナになっています。でただもし1から9、1日から9日目まで全部断食するのはちょっと正直厳しいなっていう方は、最低でもアラファの9日目っていうところは断食しましょうというふうに強く推奨されています。理由としてはさっきもお伝えしたように2年分の罪を消し去っていただけるということなので、使わない手はないということですね。でもし生理とか体調不良とかそういう何かしらの理由で断食ができない場合も全然落ち込む必要はなくって、その意図、断食したかったんだよなっていう意図もそうですし、じゃあその代わりに他のことをしよう。例えば神様を念じることだったり、お祈りをする、ドゥアーをすることだったり、チャリティーで寄付をすることだったり、そういった他のこともできますし、例えば日本語のクラーンを読むこともできますし、いろいろとできることはたくさんあるので、もし断食がこの日にできないよっていう人も全然落ち込む必要ないよっていうところだけお伝えしておきます。であとアラファの日、9日目にしたらいい、すべきこととしてはドゥア、祈りのリストを作るっていうことですね。自分の欠点とか捨てたい習慣とか、逆にこういうことが欲しいとか、家族の幸せとか世界の平和についてとか、何でもいいんですけど、せっかくのすごい大きなチャンスなので、やっぱりパッとその時に思い浮かばなかったこととかも書き出していくと、こういうことをしたいなとか、こういうことを変えたいなとかっていうのってどんどん紙に書いていくと出てきたりもするので、すごいこれはいいアイデアだなと思うので、私も取り入れたいと思います。であと今回ワークショップとかに行ってみてすごく新しい学びだなというふうに思ったのが、この犠牲について、犠牲祭っていうふうに言うと貧しい人に配るっていうイメージが強かったんですけど、その10日目のイード犠牲祭に向けて私たちはその本当の犠牲の意味を理解する必要がありますよみたいなお話を受けて、でそれって何かっていうと、単に動物を捧げるっていうことじゃなくって、神様への愛のために自分の執着を手放すことであるっていうふうに習いました。で例えばどういうことかというと、睡眠ですね。すごく寝る時間を大切にしているんですけど、そういう睡眠を神様に捧げる。例えば少しいつも以上に早く起きてとか、いつもよりちょっと遅くまで礼拝とかクラーンを読んだりとか、そういう睡眠の心地よさを神様のためにこの期間ちょっとだけ手放すとか、あと悪い習慣を手放す、あとは自分のプライドとか傲慢さを捨ててもっと謙虚になるっていうことも神様のためへの犠牲です。募金をするっていうのも自分のための消費っていうのをやめて、その代わりに、寄付とかクルバンのために差し出すのも犠牲、日常的なことについても神様を優先するっていう意識をこの10日間で
こう醸成できたらいいのかななんてお話を聞きながら思ったのでシェアさせていただきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ズルヒッジャの最初の10日間で、これはこれまでの1年を振り返って、溜まってしまった心の汚れみたいなものをリセットして、新しい1年を最高な状態で始めるための年末大掃除みたいな、精神的な年末大掃除みたいな、そんなタイミングでもあるかなというふうに思います。もしこれまで今年あんまりいろいろと頑張れなかったなっていう方だったりとか、ラマダンうまくいかなかったんだよなっていう方であっても、イスラムではいつ何時でもやり直しが効くというか、そういうチャンスがたくさんありますけど、特にこのズルヒッジャのチャンスっていうのはすごく大きなものだなというふうに思うので、お互い10日間より良い善行を積めるように意識していけたらなというふうに思います。ブログイスラムの扉に今回の元になった記事を掲載しています。今回の内容はすごくかいつまんだ内容なので、もうちょっとバックグラウンドストーリーとか詳しい説明を知りたいよっていう方は、このエピソードの概要欄にリンクを貼っているので、そちらアクセスしていただければと思います。よろしければ、番組のフォローやフィードバック、レビューなどいただけるととても嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。アッサラムアライクム。あなたに平安がありますように。